本日は私のすべてをお伝えしたいと思います。皆さんこんにちは、看護師のしきです。改めましてチャンネル登録3万人ありがとうございます。本当にいつも皆さんに支えていただいているおかげで一歩一歩前進することができています。本当にいつもありがとうございます。今日はですね、ついに自己紹介をしたいと思います。今まで動画を120本かな130本ぐらいかな作ってきたんですけど、実は今まで自己紹介してなかったんです。それに最近やっと気づきまして、自己紹介動画を撮ろうと思いまして YouTube のコミュニティ欄やあと Twitter で募集したところ、たくさんコメントをいただきました。ありがとうございます。今日はですね、いただいたコメントを中心に初の自己紹介をやってみようと思います。それでは始めますね。出身地は皆さんどこだと思いますかとか聞かれても難しいですよね。結構コメント欄でもしかしてここみたいなことをたまに書いていただくことがあるんです。だからおそらく私の訛り喋り方で出てるかもしれないんですけど、私の出身は仙台です。仙台何が有名かな、ずんだ、牛タン、伊達政宗かなそのあたりが有名な仙台出身です。よくそのコメントでいただくのが東北の方ですかって書かれることが多いんですね。もしかして東北かなって気づいた方も中にはいらっしゃるのかなと思います。皆さんの中で東北出身の方はいますか？私だから初めての仕事が関東来たんですけど、その時に結構なまってるってすごい言われてそこで初めて自分がなまってることに気づきました出身大学はですね、東北大学です。皆さん聞いたことありますか？仙台にある大学なんです。看護は医学部、保健学科、看護学専攻っていう形でありましたね。定員が80人ぐらいだったと思います。大学時代は私予備校でバイトをしていて、バイトの内容は大学受験をする高校生だったり浪人生のサポートという形だったんですけど、これが結構ですね、私の大学受験の経験とか活かせるやりがいがあるバイトだったので、バイト中心の生活を送ってました。大学院はそのまま東北大の東北大学大学院医学研究科っていうところに行ってましたよ。これが本当に一番多い質問でした。 YouTuber になった理由はですね、ちょっと長くなっちゃうんですけど、大学時代のお話から始まるんですが、看護師になるためには病院に行って患者さんを担当して行う看護実習っていうのを必ずやらないといけないんです。患者さんの状態であったり、あと疾患とかいろいろ勉強して、病棟の学生担当の指導者さんっていう方と学校の先生にアドバイスをもらって、どういう看護をするのかっていうのを考えていくんですけど、私当時本当に分かんなかったんですよ。一生懸命自分の中ではやったつもりなんですけど、例えば私はこうするのがいいと思うって指導者さんに相談するじゃないですか。そうすると指導者さんは優先順位低いよねって言われて、どう考えたらいいんだろうっていうのが結構モヤモヤしてたんですね。なんとか乗り越えることはできたんですけど、これだっていう正解が自分の中でなかなか見つけるのが難しかったんです。そんな感じで少しモヤモヤが残る感じだったんです。そして看護師として働き始めた頃、疾患であったり、看護技術であったり、新人看護師になって勉強しなきゃいけないことも結構あって、勉強はしてたんですけど、先輩にその日聞かれたことに限って勉強してなかったりとか、あと調べてはいるんだけど、結構一つの疾患でも本にたくさん書いてあるものとかもあるじゃないですか。だからどこをピンポイントに勉強すればいいんだろうとか、そういうのがいまいちつかめなかったんですね。調べてすぐに活かせない感じっていうんですかね。それでまたもやもやみたいな、もうちょっと効率がいいというか、すぐに現場に活かせるような勉強の仕方きっとあるんだろうなと思ったんですけど、なかなかその当時の自分は見つけられずにいたんです。
でそのモヤモヤ最初してたんですけど、経験を重ねていくうちにだんだんこう点とかがつながってきて、あと先輩の考え方とかをこうカンファだったりとか直接聞いたりとか、あと調べたけれど担当の患者さんにこううまく当てはまらないなっていう時は先生に確認したりとか、そういうのを積み重ねていって、やっと自分の中ではこうやって勉強したらいいんだっていうのが確立されていったんですね。そしてこう時は流れていって、私が実習に来た看護学生さんだったり新人看護師さんを指導する立場になったんですね。そしてこう学生さんとお話ししたりとか、学生さんから記録を見せてもらったり、あと新人看護師さんとお話ししている時に気づいたんです。私がその当時モヤモヤしていたこと、悩んでいたことが、そのまま学生さんも新人看護師さんも同じように悩んでいたんですね。勉強の仕方だったり、あと勉強をどうやって活かすかとか、あと看護の考え方とかですね、そういうのに悩んでいる人が多いことに気づいたんです。なので私が出会った方々も悩んでいるっていうことは、当時の私のように同じように悩んでることはたくさんいるのではないかと、こう自分の中で考えたんですね。その時に私の経験だったり、やっと見つけた勉強法であったり、そういうことを同じように悩んでいる皆さんに伝えることができれば、看護の勉強に悩んでる人の役に立てるのではないかと思いついたんですよ。そしてその勉強の方法であったりとか、お伝えする手段として選んだのが YouTube でした。なので YouTuber になろうと思って YouTube を始めたわけではないんですよ。これ結構お友達とかに話すと驚かれるんですけど、どうやって伝えられるかなと思った時に出会えたのが YouTube という形になりますね。私自身結構学生時代も新人看護師時代もすごく悩んだんですね。それは今でも覚えていて、自分がうまくできなかったりとか、ね、ちょっと怖い先輩に指摘されちゃってへこんじゃったりとかあったので、当時の私と同じように看護の勉強に悩んでいる人たちへ届いたらいいなと思って始めたのがきっかけですね。ちょっと長くなっちゃった。これが私がこう YouTube で発信しようと思ったきっかけになりますね。好きな食べ物なんだろう。最近よく食べてるのがパリパリ麺のサラダとか皆さんわかりますか？コンビニでよく売ってるんですけど、上がサラダで下がパリパリ麺みたいな、あれが好きで、コンビニでご飯買うときはいつもあれを買ってます。あとは白いたい焼き、冷たくて中にクリームが入ってるやつ、あれ最近ハマってますね。あとなんだろう、たい焼きつながりでお好み焼きたい焼きとか好きなのでよく食べてますね。生配信でもたくさん聞いてくれる方がいてありがとうございます。私パッと浮かばなくてちょっとすぐにお答えできなかったんですけど、芸能人っていうよりはアーティスト、私音楽がすごく好きなので、かつアニメも好きなんですよ。なのでもう解散しちゃったんですけど、カラフィナっていうアーティストさんが好きでした。今も好きです。すごく世界観がすごく好きで、有名なアニメだと魔法少女まどかマギカの中の曲を歌ったりとかしてるんですけどわかるかな？アニメ好きの方っていらっしゃいますか？あとはですね、エゴイストっていう、それもまたもともとはそのギルティクラウンというアニメの中から出てきたアーティストなんですけどもう好きです。あとはですね、お気に入りの映画やアニメのサントラとか聞くのが好きですね。お誕生日は2月21日です。先日生配信であったり、あとコメント欄でたくさんお祝いの言葉ありがとうございます。とても嬉しかったです。突然ですね、そのお誕生日当日の11時ぐらいに生配信したんですけど、多くの方に来ていただいて本当に嬉しかったです。年齢はですね、今のところ非公開です今のところこれよく聞かれるんですよね。日常的に良かったことというか、ちょっと嬉しいことは点滴が難しい患者さんのその点滴の針をうまく入れられた時、難しいと看護師でもちょっと難しいから交代してとか、そういうこともあるんですね。そういう時にうまくいくと嬉しかったりとか、あと先生のサポートとして医療器具などを渡す時にパッ
となんて言うんだろう、予測が当たってこうパッと渡せた時になんかそういう時にこうなんか嬉しかったりします。わかりますか？なんか伝わりますか？そういうのありますね。あとはですね、やっぱり患者さんからいただく言葉が本当に励まされますね。夜勤の時のその次の日の朝とかに、しけさんが夜勤の担当だったから安心して眠れるよって言われたりとか、あと患者さんのご家族の方からしけさんが担当だとその患者さんも元気になってるのがすごく嬉しいって言っていただいたりとか、そういう温かい言葉をいただくと本当に看護師やってよかったなって思いますね。これもよく聞かれるんですけど、私がですねいつかやってみたいと思っているのは、ディズニーランドのホーンテッドマンションってわかりますか？ちょっと怖い系の怪しげな洋館なみたいな感じのところなんですけど、私あそこの世界観がすごく好きで、あそこのディズニーのキャストさんやってみたいです。行ったことある方はわかると思うんですけど、すごくそのホーンテッドマンションにあった服を着ていて、ハロウィンとかクリスマスになるとまたこう装飾とかも変わってて、その空間で一度お仕事してみたいですね。なんだろう、一緒にいてこう笑ったりとか自然にできる人ですかね。私がですね本当にマイペースなんですよ。仕事の時はもちろんこうテキパキって合わせますよ。その温度に合わせるんですけど、プライベートはすごくまったりなので、そのペースとかに寛容な人ですかね。今後の夢、今後の夢これもよく聞かれるんですけど、やっぱりもっともっと動画を作りたいですね。看護って本当にやっぱり勉強しなきゃいけない範囲だったりとか、あと知っておいた方がいい知識っていうのがたくさんあって、私の動画は本当にまだまだ足りないっていうのが自分の中であるので、ちょっとでも勉強に困っている方であったりとか、あ看護師のお仕事に悩んでいる方へこう届くような動画をどんどん作っていきたいと思ってますね。まだまだですね、動画はこれからも作り続けるので、ぜひ皆さん応援していただけると嬉しいです。初めての自己紹介動画、皆さんいかがでしたか？大丈夫かなこれで普段なかなかね、自分のこと話す機会がなかったので緊張しました他にも知りたいことがあったらぜひコメントしてくださいね。また自己紹介などご紹介できる機会があったら質問コーナーとかもやっていきたいと思ってます。あと今日の動画の感想もぜひ書いてくださいね。それでは今日の動画は以上になります。この動画が良ければぜひグッドボタンをお願いします。チャンネル登録もぜひしてくださいね。SNS は Twitter、インスタ、TikTok やっておりますので、ぜひ概要欄のリンクから飛んでフォローしてくださいね。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。